でこれはリカーロモデューロの、そう結構そしたらはいリアですね。そうですね、サイドにつマフラーの音聞かせてください。はい行きます。はい、どうも上川 TV のゴッドです。いつもご視聴ありがとうございます。本日はですね、遠くから来てくださいました CRG オーナーさんが、パッと見ですね、めちゃくちゃかっこいいです。ありがとうございます。はい、ブルーのホイールめちゃくちゃ決まってますね。ありがとうございます。はい、そしてですね、このサイドスポイラーが黒いんですよ。はい。そダーポイント。で、なおかつルーフも黒いので、はい。めちゃくちゃ引き締まって見えませんか皆さん。どうでしょうどうでしょう。どうでしょう。めっちゃギュッとしてて、はい、めっちゃかっこいい CRG ですよ。嬉しい。今回はですね、はい、ヒデヤさんですかね。はい、ヒデヤです。間違いないです。はい、ヒデヤさんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。はい、実はですね、僕とヒデヤさん、同業の仕事をしておりまして、お互いどちらも夜勤があるお仕事をしております。はい、そう、上川さんは今日夜勤明けってことでお疲れ様です。ありがとうございます。本日はわざわざありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。頭が上がりません。もっと下がります。下がります。下がりたいです。ということで、ヒデヤさん、自己紹介をお願いいたします。ちょっと先にちょっとしてもらったんですけど、改めまして、ヒデヤと申しますと、年齢は20代中盤ぐらいで、その上川さんと同様で、日本のね、福祉を救う仕事みたいな感じでやってます。って感じですね。で、あとは車以外の趣味だったら、最近やってないんですけど、イラストを描いたりとか、あとは食べるのが好きなんで、もうラーメンとかが大好きでいいですね。もう天一とかも大好きなんでね、もうラーメンが大好きみたいな感じですかね。車が大好きみたいな感じで第一はそれなんですけどね。って感じでお願いします。はい、お願いします。はい、こちらの CRG の型式って何になるんでしょうか。はい、これは ZF1 のカラデートディープサファイアブルーパール名前なんですけど、特徴でカーオブザイヤーっていう世紀の記念カラーっていうのがあって、この辺りにねステッカーがあるんで、後でちょっと見てもらえたらって思います。はい、こんな感じですね。この CRG との出会いってどんな感じだったんでしょうか。出会いやですね、初め本当友達とドライブ行ってて、車欲しいなと思ってたけど、その車なら何でもいいやで、安いのを探してたら、もう CRG 最安値でもうクープで出てきて、でも見てみたらもうポルシェみたいなコックピットでもうかっけえみたいな、めっちゃかっこいいですよって思って、そうですね、もうそこからも CRG を好きになって、でそこからもういろいろとね勉強して手加えてるみたいな感じになっちゃいますね。なるほど。それでしたらこの CRG のコンセプトみたいのってあったりするんですか。見たらわかるかもしれないですけど、まず無限。そうですね。もうやっぱ無限でしょみたいな感じでかっこいい。無限でまとめたのと、あと通勤でもこの車使ってるので、通勤でもしっかりできる仕様。なるほど。さっきと回しちゃったりしてるんであれなんですけど、そんな感じですね。じゃあ絶対通勤楽しそうですよね。楽しいです。やってないですね。そしたら詳しく皆さんと一緒にこの CRG 見ていきましょう。それでは本日よろしくお願いいたします。お願いします。はい、お願いします。まずフロントで気になるのは、こちらのボンネットになるんですけど、これは FRP 製のやつですかね。そうなんですよ。M&M さんのボンネットで、カーボンと FRP があるんですけど、僕のはFRP ですね。でも FRP でも全然軽いですよ。片手でカーボン上がっちゃうし。片手で上がっちゃうんですか。スイッてそう片手でいけちゃうんですよ。カーボンの方が軽いっちゃ軽いんですけど、FRP でも十分軽いし、つけてみてなんていうんですかね、走行の違いを体験できましたよ。そうなんですね。持ってみますこれ。ちょっと重いですかね。軽い。
もう一回いいですか？はい、いいですね。軽っ軽いわ。一応カーボンの方がもう1日は軽いけど、まあ FRP です。軽い。これ雨とか大丈夫？大丈夫。ここがなんか、この辺に落ちるようになってるって聞いたことあるんで、排水するところがちゃんとそのエンジンのなんか電装の悪いところじゃないところに落ちるから。そうなんだ。これをつけて別に全然雨で困ったことはないというか。この黒のね、ボンネットがまたかっこいいですね。ちょっと前オーナーさんが塗装してくれたみたいで。ああ、そうなんです。そう、いや結構綺麗ですよね。そうです、うまいですよね。うまいうまいうまい。しっかりとも乗ってくれてありがたいですよ。この木のところ回してもらって。って感じですね。お気に入りポイントの一つです。そうですよね。で、フロントは無限で。もう統一されてる感じですか？そうですね、もう無限でまあ揃えてって感じですね。ちょっと気になるのはこの牽引フックがあるということは、これはまああれですね、まあさっと走ってる時にそうですよね。また11月ね、また20日に本庄サーキットの走るんで、その時にまあ使うからって感じでつけるかみたいな感じで。なるほど。そしたら次はサイドの方行きましょうか。はい、お願いします。はい、足回りのホイール、これはウェッズスポーツのホイールですかね。そうですね。SA72R でタイヤが今難関の NSR で20545の17入ってますね。はい、なんかめちゃめちゃなんかトレッドパターンというかかっこよくないですか、この流線に流れるような。そうなんですよね。値段も結構1万ちょっとで買えて、そうなんですね。はい、もうアジアなんですけど割とグリップする、一笛ぐらいだったらもう気持ちよくスイスイ走れちゃう。カーキのスペックがあって、めちゃくちゃいいんですよ。持ちも良くて、さっきとこれで5回走ったんですよね。5回走って、それでまあ美味しいところは使い切っちゃったけど、まあ全然まだミドワーでって感じで。ミドワーでし、ここでまあ海域まで来たし、全国オフも関西も来るのこれ割と持ってくれてありがたい。なるほど。やっぱかっこいいな。ありがとうございます。僕もなんですかね、この青ラインがかっこよくて買った感じ。そうですね、青ラインめちゃくちゃかっこいいなと思いましたね。そうなんですよね。青車体だから、青ラインを一般ポイント入れてもまあ黒くならないかなと思う。なんなら初めこれ純正ナットだったんですけど、それを最近のまあ東映さんのまあ黒森ナットに変えて、もう2パターン減らしてみてもちょっと収まりが効くんじゃないかなと思ってたら、結構それもドンピシャでよかったですね。もうツイッターで募集かけてるのを見て、これ似合うんじゃねえと思って買ったらもうドンピシャでハマって、自分の中のお気に入りですよ。なるほど。もう秋田見るとまずここ見たかもしれない。僕も入ってきた時にこのホイールもかっこいいなと思って、あとはマフラーの音もいいと思ったんですけど、それは後で聞いてみようかと思います。ぜひ存分聞いてみてください。僕も大好きです。はい、そしたらサイドの方はこれ無限の。そうです、無限なんですよこれも。やっぱいいですね。たまたま結構状態がいいのもそんな高くなくて落とせたんで。そうなんですね。あとはまあその前側にこのブルーミラーもつけてセットで回して。これ雨の視界もいいってやつですかね。本当そうなんですよ。雨でも見えるし、何よりその対向車のライトが明るさが軽減されたっていうか。今まで重戦の時はもう眩しい見えねえってなったんですけど、ブルーミラーにしたからまあ全然耐えられるみたいな感じ。これは割と効果ありましたね。いいですね。皆さんおすすめですよ。これだったらそんなに高くないく買えるし、効果もあるんでおすすめなんですよ。紐つけてよかったです。ドレスアップ効果も高そう。そうそう、普通にブルーミラーもかっこいいし。そしたらリアですね。そうですね、サイドに続いてリアも無限で、これあれなんですよ、サイドは2型の無限つけてるんですけど。あ、そうなんですね。で、上川さんとお揃いなんですけど、僕も一応あそこにいるんですけど、純正ですけど。でリアは
無限のこれ1型なんですよ。はいはいはい。そうですね。やっぱ2型もかっこいいんですけど、だから流通が多いのは1型だったんでね。そうですね。って感じで、マフラーがこれ。リアピがスプーンの N1 で、中間が100式のストレートって感じの、あとは連製ですね。めっちゃいい音しますよね。本当ですか。僕も大好きなんですよ。本当。この無限のウィングなんですけど、これはご自身で塗装か何かされたんですか？自分は塗装はできないんで、やってもらいました、バーキーナさんに。本当ですか。もともと多分これ白だったから。白のものをヤフオクで落札して、で白だとさすがにつけれないってことでバーキナさんにちょっとルーフに合うようなカラーでしてもらってつけた。本当になんか無限のフロントとウィングを初めてつけたエアロパーツだったんで、結構そうなんです。ってことは最初は無限の羽はついてなかったって感じ。もうドノーマルでしたね。ドノーマルでここますごい。こりゃカスタム楽しそう。ドノーマルから車高も何もついてなくて、ホイールも全然探しだったけど別のホイールだったんで、それつけて、でもう初めなんだろう、車高とウィングは絶対つけたいなと思ってた。念願かなって初めて落札ヤフオクでしてつけてって感じの思い出があるパーツでしたね、ウィング。これでなんかやりたかったのは、ローソンとかファニマとかでコーヒーあるじゃないですか。それを置いて飲むっていうのをやってみたかったんで、それを初めてやった時に夢叶ったみたいな。わかります。僕もね、愛車を見ながらコーヒー飲むのめちゃくちゃ好きなんですよ。最高ですよね、コンビニとかで。一服じゃないですけど、こう飲んでごくめっちゃ最高ですよね。最高ですよ。それができるようになったんで。いいですね。一番思い出あるかな、このウィングが。って感じですね。このルーフはラッピングされた感じですね。これだけちょっとあれなんですよ。ドノーマルとは言ったんですけど、納車した時にサービスでやってくれてて、多分 3M かなんかのフィルムなんでいいやつではあるんですけど、さすがに納車して2年ちょっと経ってるんで、しかも青空駐車なんですよこれ。だからもうカッピカピになっちゃって、もう完全に芯は過ぎたかな。本来だったらこのウィングに近いぐらいの艶があったんですけど、もう全部紫外線でやってマットブラックっていうか、そんな感じの色になっちゃってって感じなんですよね。仕方ないですよね。僕も無限 RG も色あせてるところはところどころありますし、これもラッピングしたいなとも思ってますね。確かにごまかせるっていうか、隠せますからね。僕も多分その車屋さんから言われたのは、多分これラッピング剥がしたらクリアが剥げてるみたいな。だから多分青も弱いのかなみたいなところはって感じで、これはやってもらったみたいな感じ。なるほど。そしたら中を見せていただいてもよろしいでしょうか？はい、ぜひ。わあ、楽しみ。本当よかったら、こっちなんですね。一応最近ちょっと汚いんですけど、分かりづらいかもしれないけど、一応うわどんからやんけ。最近もうこのインターバーを作るために一回ドンカラにしなきゃいけなくて、このパネルがあるじゃないですか、純正のパネルをこの部分の、なんていうか言葉が足らなくてすいません。全然クリアランスを確保するためにカットしなきゃいけなくて、もう全部ばらしてたんですよ。全部ばらして取り付けをして、その後にもうこの状態を見たら、いやどんくらいいいなってかねてから他の人がやってるの見てていいなと思ったんですけど、自分がやってみると結構いいなって思って、結構戻さずというか気に入っちゃってるって感じなんですよね。って感じで半ば半分、前の方はドンカラじゃないんですけど、って感じでここはこんな感じですね。ちょっと汚くてすいません。全然ありがとうございます。そしたら運転席周りをちょっと拝見いたします。見たらわかると思うんですけど、実は CVT なんです。こんだけやっといて伝えですけど、いやもう CVT も速く走れますしね。そうですかね。ちょっと場合によってハンドリングに結構集中できるんで、確かにすごくいいな。マニュアル欲しいですけどね。持ってないから僕乗れないんですけど。マニュアルいつか取りたいんですか？いつか取りたいですね。やっぱ周りのオフ会とか行くとみんなマニュアル免許持ってて、マニュアルの人が多いからいいなとか
上川さんもあれですもんね、もうヒルトゥとかやってますもんね。あ、そうですね、もうバンバンやってますね。あれも見ていいなと思って。あ、本当ですか。あれはもう最初は全然できませんでしたけどね。もう難しいんですね。難しいです。特に CRG は難しい。確かによく聞きますよね。そう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 。そうなんですよ。これはレカロモデューロの。そう、結構珍しいんですけど。はい。なんかモデューロのオプションで SR7 があったらしくて、はい、シートレールセットで。これで車検取ったんで、もう。あ、そうなんですね。ちょっと座らせていただいてもよろしいですか。全然いいですよ。座っちゃってください。はい。では座らせていただきます。はい、お願いいたします。お、長い足が。うわー。僕レカロ座るの実は初めてなんですよ。あ、そうなんですね。嬉しい。なんか、はい。これ純正オプションだから。あ、そうなんですね。めっちゃ包み込まれてる感じがする。ですよね。なんかセンパケってフルバケと比べたらやっぱちょっとホルダー浅いって言われてると思うんですけど、でも全然僕からしたらめちゃくちゃすっぽり挟まれる。すげえ。しかも乗りでも若干楽だし。うん、確かに。まあ普段使いするって上だったら、ベストなのかな。峠とかでもブレないし。すごい、確かに。ああ、すごい。すごい、これ全然。ある程度だったら。はい、これ腰痛くならんですか。実は。僕は若干なります。そういうの僕が多分腰痛持ちなのかもしれないんですけど。もう4時間ぐらいでも全然持ちます。そっからちょっと痛くなってくるかな。でも人によってはもう全然大丈夫っていう人もいるし、はい、まあ常に天下のレカロなんでね。全然普通の純正ヒーだったら僕2時間とかだったら2時間とかでもう一定ってなったから。はいはいはい。そう。あれなんかこれところどころ2型のパーツがあるような気がしますが、こことか、まあこことか、あ、私ここの。あ、そうなんですよ。ここですかね。はい。まあ生き方と言いつつもいろいろと、はい。まあ内装は結構2型とかが入ってますね。これまあ、すごい。結構最終型乗りだったら分かると思うんですけど、ファイナルレーベルのかっこいいですよね。かっこいいですね。あとまあ一応スロコンとかも。そう、スロコン。スロコンあると街乗りどんな感じですかね。はい、そう、スロコンはやっぱり確かにパワーアップはしないんですよ。やっぱ電子正常変えてるだけなので。でもやっぱりその出だしのもっさり感がなくなるというか、街乗りでこの3ドライブのノーマルがスポーツになる感覚みたいなのをよく言われてるんんですけど、それに近いなっていう。ガッツンとノーマルでも加速してくれる。これは今レスポンスモードみたいな感じだと思うんですけど、名前ちょっと変わって P なんだってそのレスポンスみたいな感じで。あ、そうなんですね。って感じで楽しくなります。ただサーキットだとやっぱりその最高速は変わんないから、そこではあんま意味ないかなみたいな、あるかもしれない。僕の感覚ですけどね。街乗りでめっちゃ楽しい。これあってスポーツペダルかっこいいな。これまあ多分間違ってなかったんですけど、このZF1 のジープサファイアブルーだったら標準でついてる。あと ETC も標準でついてるらしいんですよね。このグレードだけ。はい。これはまあもう買ってつけたってよりか、この車体にもともとついてたらしい。後から気づいたんです。なんで僕これ始めの頃はみんなこれついてるのかなって。左手はこういうアルミが普通なのかなと思ったら違うらしくて。そうなんですね。でその証拠として多分一番左のフットレストのところは普通のなんかゴムになってるから。あ、そうですね。はい。こういう感じで、実はこのカラーだけの特徴がここに現れてるっていう。地味ですけどね。はい。このパドルシフトのカーボンの赤色のね、黒とその赤の差し色的な感じがすごいかっこいいですね。そうなんですよね。まあこれもカーボン本当握りやすいですね。初めはアルミのそのパドルシフトカバーつけてたんですけど、やっぱりそのちょっと冷たかったり若干反応が遅かったりする。これの場合もカクカクってすぐ軽く効いてくれるからもっとつけててよかった。峠とかもすぐシフトダウンとかできるんでね、これはつけてよかったですね。そうですよね。あとめっちゃ気になるのがこのね、僕がアルカンターラにこれなってるのがすごい僕は気になるんですけど、これあれなんですよ。実はアルカンターラはこっちなんです。あ、これがアルカンターラ。あ、そうなんですね。これはアルカンターラと、これもなんかボンネット塗装してくれたものなのかなんか、本部はいただき物なんですけど、なんかもうご自身で塗ってアルカンターラ調にしてる。まあなんか個人的にその素材の違いが分かるから触り比べて触ってみますね。これちょっと違うんですよね。あ、本当だ。こっちの方がちょっとだらっとしてるのかな。そうなんですよ。触り心地がいいというか絨毯みたいな感じ。
これソファーみたいなちょっとなんか、ちょっとザラザラしてるって感じで、いいな。でこれも2型なんですよ実は。そうですよね。僕も無限 RD と同じやなと思って。見て同じだと思って。はい。これもねやっぱりドリコーダーあるのが便利ですよね。そうですよね。多分普通の1型だったらここにまあ棒ってたらなんだろう、まあラインが入ってて、普通にペットボトル特に500ミリとかだったら置けないんですよ。はいはい、そうですね。でもこれはもうちゃんとパッと置けるし、置けますね。もう乱雑に置けるんで。エンジンルームって見せていただけたりしますか？全然大丈夫ですよ。ありがとう。折り方なんですけど実はこれ、まあここをちょっともらいますね。ありがとう。でここのハンドルを持って片手で、でここのサイドステップに手をつけて降りるらしいんです。なんかそしたらサイドをこうやって、こうして降りる。でお尻を上げて、そうするとこのサイドのサポートの部分がダメージ受けないらしいんですよ。最近来たんですけど、普通に降りてたらこの跡がついちゃうらしい。ちょっと多分これマヨナさんと僕が聞く席でこうなっちゃったんですけど、めっちゃ楽でした。楽でした。よかったです。降りる時も楽だったし、なおかつデカロもそんなよれなくなるという素晴らしいことを教えていただきました。なんかフルパケ乗りの人はみんなそうやってるらしいです。それではエンジンルーム5回オープン。おお。まあこんな感じですね。まずこれ僕には2型に見えるんですけど、まあこことここを変えました。でもここぐらいですけどね。まあ2型の部品を取り寄せてちょっとでもなんか峠とかサーキット走る時に駐機効率上がればいいかなって思って、まあ1型よりもこの開口部が広いらしいんですよね。そうですね。もう人によってはこの1型の部分をぶった切ったりとかしてる人もいるけど、僕はまあこっちの方がいいかなって言って僕がやったら下手くそだからもう割れるかもしれないみたいな。ちょっとお金かかるけどまあつけちゃおうっつって、でもちょっと霧が合わないのかな、若干このボルトとか合わなかったりして、まあここの2型の部分はここはしっかり合うし、ステーもまあ新品で取り付けてちゃんとここは大丈夫ですね。他に色がこれですかね。ホンダの色。これはこれをちょっとやらかしたんですけど、これスプーンのやつじゃなくて結晶塗装された G8 かなのインテークなんですよ。これが3万ぐらいしてね。多分普通それも本当にヤフオク始めたての頃でかっこいいじゃん、スプーンより安いし買ったろうって思って買ったら高くて、次その売り出された時1万だったんですよ。ぼったくられたっつって。それはでもまあショック。でも性能もめちゃくちゃ上がりましたね。やっぱ馬力が上がった感覚がするというか、吹き上がりが良くなった感覚がして、効果は本物です。ただまあ僕みたいに騙されないでくださいね。そうですね。普通にディーラーとかヤフオクでよく見れば1万ぐらいでこのセットは結晶塗装はされてないんですけど1万ぐらいで買えるから、もう全然安く買えるやつですかね。他に買えたのがここぐらいですね。あとはまあエアクリをブリッツの見えないんですけど純正交換タイプにして、まあそんな感じで派手なことはやってないんですけど、無限 RD に似てます。無限 RD の場合ここがスイッチ入ったりして、ここにスイッチャーが入ってますね。ここに収まるっていうのがすごいですよね。そうすごいと思います。改めてこんなコンパクトなんだって。そうなんですよ。エンジンルーム左ですごい大きいわけじゃないから頑張りましたよね本当。そしたらマフラー音を聞かせていただいて、あとはこのウインカーもめちゃくちゃ見たいです。まあステルスウインカーバルブなんですけど、もともとその LED ウインカーバルブつけてたんですけど、周りが結構ステルスウインカーが流行ってて、でもそれを見て僕もかっこいいなっつって、場所もコンパクトだし、クリアレンズが光るかなと思ってやってみて、ちょっとそこを周りと被るのが嫌だったんで、クリアのやつにしてみたんですよね。ちょっと若干そのクリアな面は劣るかもしれないけど、発光はちゃんとしてくれるから僕はこっちを選んだみたいな感じで、選んでいます。結構本当は
ファンってつくって感じですかね。うん優しく光って優しく消える感覚がはい個人的になんかレトロな感じがして好きだなって思って、はい、今お気に入ってますね。ああ、いいですね。はい、で後ろの方が、でまあリアもなんですけど、もうこれはなんていうか12秒心が働いたって感じですかね。なんかはい、本当に納車して間もない頃に、もうなんか他の車種と一緒にツーリングしてたんですよ。はいはいはい。で前の車がもうシーケンシャルウィンカーではいはいはい。もう走ってて、でまあ僕はその車の後ろだったんで、うんもう車線変更する人とか流れる様子を見てて、うわーかっけえなーっつって、めあちゃくちゃ個性あるじゃんっつって、うん僕もやってみたいなと思って、はいまあ待ってたらたまたまもうこれがヤフオクに落ちてて、はい、で買ったって感じですね。いいですね。結構これも周りから交渉で、この下の部分がブレーキ連動で光ったり、光るんですよね。はい、なんで CRZ ってやっぱり全体的に光る印象多い中で、こっちは個性的に下だけを光らせる、でさらにシーケンシャルで LED で光るってめちゃくちゃいいです。ただデメリットは昼間見えづらい、なかなか気づかれないかもしれない、そこだけね残念なところもあるんですけど、それが分かる人には分かると思うよ。そうです。なかなか多分つけてる人が少なくて、少ないですね。それこそなんて全国区で知り合った人が一人なんかつけてて、それで仲良くなっても関西でもまた会って、でそれぐらいみたいな感じで、なるほど、そんなにいないけど、はい、いいですね。個性、これで個性出せてるかなって。他が全部無限なんで個性あるぞみたいな感じですね。はい。でマフラー今サイレンサー外してる状態で、でこれも実はあれなんですよ。これ中間がマフラーハンガーのつける部分っていうのがあるんですよね。マフラーフックの部分が1個ぶち開いてて、走行中たまに当たるんですよね。カカカカって言って。そうなんですね。はい。CRD の下回りです。はい。あ、でも綺麗だけだな。あ、マジっすか。ここしばいてるっちゃしばいてる。しばいてる割には綺麗な気が。多分アンダーカバーとかついてるから、あ、そうですよね。アンダーカバーがついてるから。ちゃんとしてるな。はい。すごいな。って感じ。なかなか下回り見る機会ないからね。確かにないですよね。僕も言うてそんなにはオイル交換も自分ではできない。僕もオイルはできない。飛び散ると思うからってするとあんまりそこまでは。そうって感じで、じゃあちょっと撮りますか、マフラーを。はい。マフラーの音聞かせてください。はい。はい。行きます。はい。エンジン始動で。はい。今アイドリングです。じゃあちょっとスポーツモードで空ぶかししますね。しますよ。はい。はい、こんな感じです。えぐい音がえぐい。なんか排気のやつがゴンゴン結構きます。グワンってきましたよ、排気の音が。確かになかなか人に向けてこんなのやれないから。いやでも迫力があっていい感じ。はい、中間ストレート。これもなんか周りの一日、周り結構中間ストレートにハマってて、僕もなんか中間ストレートにしたいなと思ってやってで今に至るみたいな感じでやっててよかったですね。前はその HKS のサイレントハイパワーをつけてて、それも音良かったんですけど、確かにこの中間ストレートに来たらこっちの方がいいってなっちゃって。でも HKS の方が静かなんで、夜中とか気ぃつかないのはいいですけどね。確かにこれだと本当になんか夜帰る時はもうサイレンサーつけて、しかもなんというかクリップ現象こともあったらあれで帰らなきゃいけないんで、ちょっとでもアクセル踏むとうるさいから夜帰る時とか気使いますね。なるほどって感じですね。いやーめちゃくちゃ約2年でここまでの仕様に仕上げられたっていうことで、めちゃくちゃ乗ってみたいです。ぜひ乗ってください。いいんですか？いいですよ。僕のね給料ほぼつぎ込んだこの子ね。ありがとうございます。はい。じゃあどうぞ。お礼に僕の無限 RG も横乗りぜひいかがでしょうか？いいんですか？もちろんで。本当ですか？はい、もちろんでございます。じゃあぜひ乗らせてください。はい。では試乗させていただこうと思います。はい、どうぞ。
では失礼いたします。はい。じゃあ僕も乗りますね。はい。閉めちゃいますね。はい。はい。よいしょ。まずノーマルモードからあ、どうぞどうぞ。次回ゴッドが初めて CRG 徹底不安に試乗する。そして無限 RG もあり、こうご期待。お見逃しがないようチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。